窒素が多すぎるのでこうなるんだけど、別に窒素を与えたわけはない。酢をあげることが窒素の吸収を促してるので、窒素を吸っちゃうと。土の中の栄養分を酢によって吸収しやすい状態にするので、別に窒素を与えてないのに窒素過多に近い状態になってる。まだもうちょっと先やけど、徐々にああやって赤くなって、本当にトマトも寒くなると赤くならないという現象が起きると思うけども順調。こっちの大玉も桃太郎ゴールド、グリーンバックがひどいですけど、グリーンバックってわかる？グリーンバックってここの上の方が緑っていうね。本当にゴールド色になってくるとグリーンバックもなくなってくるけど、この状態ね、ひどいやろこれ。本当やね。黄緑と緑ね。窒素が多すぎるのでこうなるんだけど、別に窒素を与えたわけはない。なんでやろう。アミノ酸と酢をたまにあげるんやね。ひしゃくに1杯、2杯。だから1プランターに1リットルとかそれぐらいあげてる、その中に理由がある。酢をあげることが窒素の吸収を促してるので窒素を吸っちゃうと。土の中の栄養分を酢によって吸収しやすい状態にするので、だから別に窒素を与えてないのに窒素過多に近い状態になってる。成長点も止めてるので余計だわ。こっちのナスとかもその傾向にあるかもしれないので、酢を与えるのはちょっと気をつけた方がいいのかなというとこだけど、ナスの窒素過多で何かっていうことは問題はないので、いいのかな。こっちも鈴なりやね。本当やね。こんな状態。美味しそうやね。順調すぎます。毎週行ってるけど。ください。で20日大根、葉大根、カブ、こんなちっちゃいプランターだけど順調に育って。ほうれん草はこれから作り続ける。冬の間ずっと。いいわ、葉物は本当にありがたいわ。これがね、いっぱい虫がおる、ここらへん。これ。わ、すごい、一つの葉っぱに何匹おるの。ね、すごいね。ここにもなんか昔毛虫って呼んどったけど、正式名称は？いや、今でもいろんな種類の虫がおるで、よっぽど僕はあんまり虫詳しくないので知らんけど、じゃあ毛虫っていう。毛虫じゃなくて青虫みたいなやつっていう感じでいいんやないの？もうこうやって手で取っとるだけでね、もうトマトにもこうやって青虫系が来るから、でダニみたいなやつもあそこら辺いっぱいついてるし、どうしようかな。もう薬もやりたくないので。でも全体にこうやってね、色が黄色くなってきてね、トマト緑から黄色に。まだまださっき言ったように日中が暖かいのでありがたい。もう終わりかけで、
もうあと1週間。ぶどうみたいね。ねあと1週間では終わらんね。もうちょっとまだまだ11月入るね。今日22日なら本当だね、やっぱ赤くなるのがちょっと遅いのかもしれん。夏だったら結構早めにそうだね、赤くなっていくんだけど、はい、こんな感じで両親家にもナストマト昨日もね出してすぐ皆さん見てくれててすぐ売れちゃう。あ、今日あったんやねとか後でなっとるね。あったかいなすみたい。いや、あそこの旗のぼりをね、外に置いてあると、あ、野菜があるっていうサインにしてるので、でポップも並べて、でも野菜がないってことは、あ、今日あったんやねっていう状態。切れちゃったって感じよね。でもいいね。そうやって見ててくれてるのはありがたい。散歩してる方々ね。はい、ということで、まあ昨日はもみ殻燻炭作りのためのドラム缶の蓋を開ける作業で大変でした。今日はちょっと時間あるから土の再生をたくさんの量ちょっと溜まってるので、それやろうかなと思います。こんな感じやね。来週ナストマトの撤去はないと思う。だから11月のちょっと入ったぐらいで一気に終わらせるかなという感じです。でさっき言ったように庭師さんに餅の木茂ったあんな葉っぱ茂ること今までなかったと思うよ。すごいね。なんか小麦ができとる。だんだん日も沈んできた下がってきたので、ここもちろん北側の庭なので日が当たらないから、そうだね。早めに切ってもらうのもありがたい。はい、こんなとこでありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。